はようございます。身の程配信、お騒がせ YouTuber、無責任 YouTuber の UFO チャンネルの UFO です。令和5年12月17日、日曜日、先負け、東京浅草観音年の市だそうです。だんだん寒くなってきまして、寒波がシベリアの方から来ているようで、朝バイト行ったんですけども、刻々とこの大気というか、気圧の変動が、次々に雲が、飛んでいって、ですね、配り始めた時は、雪とはいかない、ちょっと雪になりそうな、雪模様っていう感じでしたけど、みぞれが降ったりとか、雨だったり、時折そんな感じでしたが、え後半ですね、私が最近、松竹梅という、名前に松竹梅のついたおめでたいエリアっていうのを、そこは歩いて5軒配らなきゃいけなくて、こんな急な階段も2つもあるんで、並んで。そこを、行く頃にはすっごい激しい雨で、うーん、昨日カッパを昨日というか朝ですね、出かけば雨が止んで、その晴れ雲間から星も見えていたので、油断してカッパを持っていかなかったら、そういう雨で。ジャンパーは、あなどでも洗えるジャンパーだったですし、車ですので、走っていけばいい。で、下はこう、ジャンパーはびしょ濡れで、ズボンや帽子の代わりにタオルをやりまして、配りましたけど、うん、中までは入ってこなくて、このあったかいとっくりのセーターですし、逆に汗をかくぐらいでしたけど、下は最近買った、あったかいブーツですので、軽くて、とても良かったんですけど、昨日、付地の天理教の付地文教会の月並祭で、朝お休みしてたんです、バイト。で、バイトの、休みの次の日のバイトって大体、なんていうのか、ちょっと難儀をする傾向があって、大変な感じの、時が多いように思います。で、今日はそんな感じでしたけど、そのおめでたエリアで、土砂降りっぽくなって、ね、で、そこを抜けたらちょっと小降りになって、星も見えてきたので、あの、ま謎エリア、最後謎エリアなんですけど、そこに大きな狸が、大将っていう狸がいまして、信楽焼の狸ですけど、いつもこう敬礼して、報告をするんですけど、今日はちょっと雨降って地固まるみたいな感じでしたって言って報告をしたら、えですね。それからちょっと先へ行ったら、坂のところで、最近狸も動物をほとんど見ることなかったんですけど、今日は
タヌキかキツネだと思います。速かったんで、スピードが。道をさっと横切って、ご苦労さんって言ってくれたのかなって感じがしました。今、お勤めしてここへ来たところなんですけど、庭でなんかヒョロヒョロって変わった声でカラスが鳴いてたんで、見たら家の近いところへ来て、でさーっと姿を見せていきましたが、雨降って地固まるになるのかなとは思いましたけど、寒くなるようですし、雪も、心配ですけれども、どうなんでしょうかね。昨日、その築地の月並祭へ行きまして、バイトがお休みって言いましたけど、寝るのを、前日にバイトの習慣で早く寝たんで、よく寝れたんですけど、3時ぐらいまで本当に土地を取りには行きましたが、3時ぐらいまでよく寝て、だからそれから目が布団の中でずっと起きてたんですけど、うつらうつらしてスマホかじったりいじったりして、かじりません、いじりました。えもう、なんか寝れないなと思って起きて、ここで絵描いたり、年賀状をちょっと描いたりしたら、どうもこう、すっきりしない感じで、眠いのか眠くないのか、瞑想するにもなんか瞑想に入れないって感じの。で、そのまま行ったんですね。お勤めしてたら、笛を吹く始めたらもう、息が、最初の方は良かったんですけど、途中からもう眠くな酸欠で眠くなって、これもう本当にダメだっていう感じになってきて、後半はお立ちで、手踊りをしたんですけど、い間違えたり、何度も間違えたりして、本当にダメだなっていう気分の、なかなか調子の上がらない、お勤めでした。で、それ終わって直良へに行って、あの、味ご飯とか、この辺では味ご飯って言うんですけど、なんていうんですか、かやくご飯っていうのかな。色ご飯というか、で、ちょっとした年末のご馳走でしたけど、で、私のテーブルは、割と若い人が多かったんですね。会長さんとこの息子さんたちとか、信者さんの息子さんたちがいたりして、え私より先輩もいましたけど、で、忘年会の話になって酒の失敗なんかを話し始めたらそれで盛り上がって、それで気分がどんどん、お酒はないんですけれど、飲んだような感じになって、自分も若い時のことをなんか話して、それですっかり気分良くなって、で、会長さんも終わりの、挨拶の時に、お祭りっていうのは、お勤めだけでなし、直らいもセットで、なってると、セットでお祭りなんだっていうことですね。いろんな人とこう、話を交わすことで、自分の考えとか、立ち位置を見られるから、いろんなとこから集まっている人の話を聞いたりして、それが、いいっていうお話でしたけど、本当にそうだなって。それから終わって、約束していた、先月は出会えなかったんですけど、老人ホームで一緒に働いてた元同僚で、え
脳梗塞とか糖尿病で透析もあるので、週3回、透析に行ってるんだ。それも、まあ、朝行って2時ぐらいまで動けないんだそうですね。何もすること飲み食いもできないんで、喉カラカラになるっていうことを言ってましたけど、でも、大変明るくて、奥さんも、一緒におられましたけど、楽しいお話をしまして、奥さんはショーをされる方で、で、私は絵を描くし、主人も好きなんですけど、割と共通した感じで、ね、これから私、日曜美術館を楽しみにしてるんですけど、先々週ぐらいに長沢芦雪のっていう破天荒な画家の、え番組だったんですけど、長沢芦雪の、それは名古屋でやった時の、名古屋の美術館でやった時の、ポスターが貼ってあって、これちょっと前にやってたよって言ったら、えその元同僚の方も、ロセツのことよく知ってて、あ、この人そういうのも知ってるんだと。それから私が、彦根行ったりしていることを言うと、彼も安土城とか、歴史を結構深く知ってるんだね。それとか、まあ、私の、興味のあるようなことをやっぱりよく知ってるんだなっていうのを、え思いました。で、お授けをして、前回私言いました、お授けをして、終わった後に、欲しい欲しい、憎い可愛い、恨み、腹立ち、欲に高慢の8つの誇りの、その前半部分は自分は、あの、あんまりないけど、後半の、恨み腹立ち、欲に高慢の誇りを今世で、払う、宿題で、来てるようだっていうことで、なかなか毎日朝晩やってるけど払えないよっていう話をしたら、あの、友達はガンさんって言うんですけど、頑固なガンさんでしょうがないんですけど、彼は哲学みたいだねって言ってすごい感心してくれてました。奥さんもヨガもやられる人なので、よくわかっておられるようで、あいい、とても喜んでくれて、来月も、待ってますって言ってくれました。そんな感じで。えやっぱり人と会うっていうのが、あ自分には、もう本当にこのところ、毎月必ず1回は会う人が3人はいますし、まあ、つけちとか、彦根とか、教会でいろんな人にも会うんですけど、その度にいろんな人がいろんなことを、その人の立場とか性格とか考え方で、私にこう話してくれて、私のことも聞いてくれてっていうことで、すごくこう、自分の形がはっきりするんです。やり取りの中で。で、帰ってきて、確認すると、こうやって、なんかわからないものが、広がっていくんで、それで、まあ、なんて言うんですかね、理想や夢やなんかが、こう、どういう形になるのか知らないけれども、広がっていくような、それが陽気な感じが、とてもして、やっぱり人と会うっていうのは、あ自分にとってはとても大切なことだなっていう。
で、自分以外はみんな死っていうの、我以外皆死っていう、ことがありますし、から人の振り見て我が振り直せっていうのがありますよね。あと、袖振り合うも多少の縁。多少っていうのは少ないっていうことではなくて、前世、今世、来世の、その別の他の世で深い縁があったという、どうもそういうことらしくて。うーん、自分がこう、シナリオを書いて、その人生を生きているんだっていう話もありますけど、それもそうなのかなっていうことを思う朝になりました。なんか他にまだ言いたいことがあったような気がしたんですけど、それは忘れてしまってもう16分なんで、今日はまた、ここまでとさせてもらいます。これからちょっと日曜美術館を見て、今日は雨降ったり雪になったりするかもしれないんで、外仕事はできないんで、絵を描いたりとか、身の回りの整理などして過ごそうかと思っています。え明日は母の面会もあるので、まあ、少しずつ、このやることリストも減って、令和5年も過ぎていく感じがしていますね。なかなかに、そんなに、何もかもわかるわけではないですけど、少しずつ、わからないことも教えてもらったり、気がついたりという、そういうことで、いい年に向けて、準備ができるといいなと思っております。皆さんもお忙しい中、インフルエンザもかなり猛威を振るっているようですので、お気をつけになって、手洗い、うがい、休息をして、もうじきクリスマスですし、楽しんでください。忘年会もうーまた、盛んになってきているようですので、食べ過ぎ、飲み過ぎに注意なさってください。Have a nice day, goodbye. UFO チャンネルでした。失礼します。